三崎マグロがどういうマグロかを説明させていただきます。三崎マグロっていうのは全世界漁師さんたちが、漁に行って全世界のマグロが集まってきて、それが競りにかけられている市場です。一般的にこのクロマグロと呼ばれているのが北半球にしかいないマグロで、日本近海ですとかヨーロッパ沖、あとはアメリカの沖とかで取れるんですけれども、高級マグロとされているマグロなんですけれども、全世界を回遊しているマグロがこのクロマグロ、本マグロとも呼ばれてますね。奇跡のマグロは南マグロというマグロで、南半球にしか生息していないマグロです。結構南極に近いところで取られるマグロなんですけれども、本マグロよりも実は冷たい海域になので、実は確率的には南マグロの方が身が引き締まってて脂も乗ってて美味しいマグロが多いと言われています。一般的なこのスーパーで出回っているのはキハダマグロとかメバチマグロ、こういったマグロは北半球南半球関係なく泳いでいます。でこちらのメバチマグロキハダマグロっていうのは全世界を回遊しているというよりかは、メバチマグロのペルーチリとかの漁場で言ったらここら辺を回遊している。ここからこっちの、ヨーロッパの方まで泳いだりとかする魚ではないですね。でキハダマグロもそうです。でビンナガマグロ、ビンチョマグロ、これも回転寿司とか出たりするんですけれども、ツナ缶とかになってるのが多いマグロになってます。でその中で奇跡のマグロってどういうマグロかなんですけれど、魚種は関係なくですね、マグロって大体群れで泳いでるんですけれども、群れの中のこの先頭集団を泳いでるマグロなので、一番水圧を受けるのでとても筋肉質なんですね。で身の中の水分量もすごい少ないので、すごいもちもちした食感。三崎マグロっていうのが全部遠洋の方から船が出発して、このケープタウンだったらケープタウンの沖に船が止められているんですけれども、でそこから3ヶ月ぐらいこの南極の方に取りに行って、で釣り上げられたタイミングですぐ血抜き内臓処理をして船に完備してあるマイナス60度の冷凍庫で瞬間冷凍しちゃうんですけど、なので実は生よりも鮮度が良いものもあるというのが特徴になっています。奇跡のマグロの味わいとしてはこの臭みが全くなくって、で身の中の水分量がすごい少ないので鮮度がいいんですけど、熟成したような感じのマグロの濃厚な味わいで、トロの部分、大トロとかも普通は脂っこくてあんまり食べられないって言われる方が多いんですけれど、運動量が多いこの脂質なので全然いくら食べてもしつこくないので無限に食べられるとおっしゃってもらいます。ポイントをお伝えさせてもらいます。まずはこのマグロの形を見ます。奇跡のマグロは一番水圧を受けるので頭が小さいです。で背中、お腹側に膨れます。なので全体的には平らというか、平らに縦にふっくらしている形をしていて、三崎マグロは全部尾切選別という尻尾の部分が輪切りになっているんですけれども、背中側、お腹側に楕円に膨らみます。この赤身の部分をこの手かぎで取ってもらって肉質を揉むんですけれども、水分量がすごい少ないので揉めば揉むほどグミみたいにまとまっていくっていう特徴があります。良い肉質のものは身に透明度があります。頭が小さくて背中側とお腹側に膨れ上がるんですね。薄いというか平らでこっちの方向に広がるんですね。なので尻尾は楕円なんですよ。お腹側、背中側のこの耳っていうんですけど、この耳の部分
がすごいぷっくら膨らむんですよ。で触るとすごいつるっともちっとしたような感触。この脂の粒子、この外側ですね、この皮の横側の脂の粒子で、あとは腹側のこの脂の粒子、サシの入り方が均一であるかどうかで、良いマグロっていうのは横っ腹の部分からこの脂の粒子っていうのが赤身の方にもこう巻き込んで入っていきます。なんで赤身の中にもよく見ると細かい粒子が入ってるんですよね。もう凍ったまま切っちゃいます。まずこうやって頭を落とした後にお腹側に2節、大きい塊のことを節って言うんですけど、お腹側で一節、右側の半身、左側の半身で、背中側で2節に分けちゃう。お客さんによってはもうこの丸ごと1匹持っていくお客さんもいますし、節の状態で持ってっちゃうお客さんもいたり、うちがインターネットで販売しているのはこの節の状態からブロック状のコロっていうものにして、そこからもう手切りで包丁で柵にしてこうスーパーで売ってるような形です。市場で購入して加工が終わったマグロはこちらで保管します。手前側がマイナス20度の冷凍庫になっています。この奥がマイナス50度ですね。でここに保管していればもう1年ぐらいは全然品質が変わらないまま、こっちはうちのこの倉庫です。あそこが屋根がついてる場所、あそこで水揚げがされるんですけれど、一応豊洲と三崎の違いって、一応その遠洋のマグロに関しては日本一競りにかけられる市場なんですけれど、三崎は遠洋漁業で発展していった港なので、どちらかというと結構生産者漁師寄りなんですよね。豊洲はマーケットなんですよ。なんで全国で取れたいろんな、マグロも含めて良いものっていうのが競りにかけられる市場なんですけど、三崎は直接漁師さんたちが取りに行って漁師さんが直接並べるんで、結構金額的にも豊洲に出回る前のマグロとかが出てたりするので、その違いはありますね。奇跡のマグロさんはどういう経緯で始められたんですか？もともと父がマグロ屋さんだったんですけど、で祖父もマグロ屋さんで、ちっちゃい頃からマグロに触れ合ってきたんですけど、で大学に行って自分で何か独立したいなと思って、10年間キーエンスに僕勤めて営業をやらせてもらってたんですけど、そこで仲良くなったお客さんに、地元の話になったりして、父が目利きの名人ってもう当時から呼ばれていたので、父のマグロを食べてみたいっていう声を本当にいろいろいただいて、いろんなお客さんにお渡して、そうするとこんなマグロ食べたことないと言ってもらうことが本当に多くって、で、会社6年7年経った時に何をやろうかなって思った時に、やっぱりマグロなのかなと思うことがあって、でそこから
地元に戻ったりするとマグロ自体が絶滅危惧種になってしまってるとか、後継者がいなかったりとか、産業構造的にこう長く続かないんじゃないのかなっていうのがあって、ずっと美味しいマグロが食べ続けられるこう仕組みを作りたいなという思いがあって、で最初はまずこの父の美味しいマグロを全国にインターネットだったらこう届けられるんじゃないのかなっていうところから7年ぐらい前からスタートしました。お父様目利きの名人って呼ばれてたんですか？皆さん名人ですよもう中学生ぐらいから魚なんか見るわけじゃなく手伝わされた、その時に要するに小さい時から可愛がってくれたおじさんがいて、あの人が自分の師匠なので、この肉質はどこで取れてるものだっていうのが分かった人なので、その人に教えてもらって、あと目利きのポイントっていうのは油で追うと失敗しますよ。油の中でも水油ってあるんですよ。だから肉をもむんです。赤身が強くない限り美味しいマグロないと思ってください。油がいいなっていうのはまた間違ってます。実際的に塩釜の人とか、要するに生を専門で扱ってる人たちがこっちのマグロ食べて、なんでこんな臭くないのって。冷凍マグロって臭くないんですよ。最初に世界地図の前でお話しさせてもらったと思うんですけど、ケープタウンだったらケープタウンに漁師さんたちの船をつけて、そこから燃料がなくなるまで大体3ヶ月あるんですけど、3ヶ月漁、南極に近いところに取りに行って、でまた燃料のタイミングだけ戻って、でまた3ヶ月取りに行ってっていうのを1年ぐらいやるんですよね。でその中でもやっぱり船を運転してた方とかの話を聞くと、はえ縄っていう漁法なんですけれども、ロープをこう海に垂らすタイミングとかでサバとかにこう釣り針をつけたりする時に間違って手に引っ掛けちゃったりとかすると、そのまま体が持ってかれてたらもう命を助けるために腕を切断したりとかするっていう、そういうのが日常茶飯事で起こるらしいんですよね。そういう中で冷凍のこの遠洋漁業のマグロって食卓に届いてるので、その中でこう生のがやっぱり今評価されちゃってるので、冷凍でもこう鮮度が本当によくって美味しいものが届くんですよっていうところをちゃんと伝えられたらいいなと思って。簡単に漁に入れるっつって漁で取ってるって言うんですけど、日本でいうと900何ヘクパルって言うじゃないですか、嵐の中で取ってる状態ですから、そこで餌をつけて腕を落としたとか、そんなの当たり前ですよ。船で揺れてるんですから、その苦労っていうものをもうちょっとみんなに伝えたいなって。じゃあすみません、本日お忙しいところ誠にお越しいただきありがとうございます。関のマグロの代表の宮川と申します。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マグロって群れで泳ぐんですけれども、群れの中の先頭集団を泳ぐマグロがいます。それを奇跡のマグロと言ってまして、でその先頭集団のマグロを目利きできる技術を唯一我々が持っている。味はどう違うかというと、先頭なので一番水圧を受けるんですね。なのでめちゃめちゃ筋肉質なマグロになってます。で大トロの部分も運動量がすごい多いので、全然脂がしつこくなくて無限に食べられると言ってもらえる大トロになっています。なんとなく開きやすくなったり。そうです。あとこうピタッときましたね。はい。これずっとね、いや、他のでも優しいとこ。こういうね、痛いのあるからないよね。こういう。美味しいよ。痛くない。広角です。痛くない。申し訳ないけど。戦闘だからお前聞いてなくて。そうですね。今後はちゃんと父の技であったり、岬の人のこの目利きの技、加工の技術、あと漁師さんとかの思いとかっていうのをちゃんと我々の代でしっかり継承してこう続いていくように、お店も自分のところの店舗、直接消費者に届けられるようなこうスーパーみたいな業態であったりとか、飲食店もやりたいと思ってますし、日本の漁の技術って本当にすごい高いって聞くので、それを海外に持っていったりとか、もうちゃんとこう日本の技術が残っていくような形、世界情勢って変わっていくと思うので、ちゃんとこう岬の技が残っていくような形で続けていきたいなと思ってます。